こんばんは、ボスケです。今回は SV ボニーさんの望遠鏡を開封してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではね、ゼロマウントに搭載しました。これがね、SV ボニーさんの新しい望遠鏡 SV503 です。今ね、ご覧いただいた通り、フードはね、伸縮式ですね。縮めるとこんだけコンパクトになりますし、伸ばすと天体望遠鏡って感じの外観になりますね。光学設計的には口径が 80mm、焦点距離が 560mm、F7 の天体望遠鏡です。対物レンズを見ていきましょう。対物レンズはフルマルチコートされております。ここにね、ED と書いてあります通り、ED レンズが使われています。天体望遠鏡ってやっぱりね、真面目に設計するとね、アクロマートの場合、ビクセンのね A80MF という望遠鏡なんですけれど、すごいね、長いですよね。同じ口径 80mm の望遠鏡なんですけれど、こんだけ長くなります。アクロマートのね、レンズできちんと見えるように設計すればね、最低でもこんだけね、長いものがやっぱ必要になると思うんですよ。正直ね、A80MF はね、ちょっとね、かさばるんですよね。望遠鏡結構でかいのでね、初心者向きですが。ただね、この望遠鏡は小さいですよね。なのでね、気軽にちょっとね、出したいなと思ってもね、このコンパクトなサイズがね、非常に武器になると思います。でね、この望遠鏡ね、非常にね、高級感があるんですよ。このテープはね、傷防御のために私が貼ったものなので、これはデザインのうちにならないんですが、ほら、ちょっとご覧ください。これね、すべてね、金属でできていまして、特にね、多分 CNC 旋盤だと思うんですが、こういうところ、もうね、巷のね、高級望遠鏡とね、変わらないですね。とてもね、高い精度でね、工作されてます。はい、まずは恒例のね、微動チェックです。反動はね、特にありません。よかったです。これはクリア。でね、ドローチューブは回転装置がついてますので、こうやって乗せるトップマウントでもいけますし、こうすればね、サイドに乗せる肩持ちフォークにも搭載することができます。先ほどね、ゼロに乗せていたああいう形ですね。そしてもちろんキャップも金属製ですね。素晴らしい。これはね、いいですね。シンボルツリー見てもね、紫色には見えずにね、ちゃんとね、新緑の色がね、再現されてます。ちょっとね、カメラで覗いてみましょう。今ね、ちょうどこの木をね、視野の真ん中に入れた状態です。このね、緑の木が本当に緑ですよね。紫に見えてないですよね。F7 のね、天体望遠鏡ですので、アクロマートだとね、絶対ね、紫色に滲んでしまうんですけれど、そういった滲みが全くありません。これがね、ED レンズの効果です。はい、そしてね、これがね、極悪条件下の鉄塔ですね。多少ね、やっぱり色にじみがね、あると思います。これがね、残存の色収差ですね。軸上色収差と言いまして、どうしてもね、紫色の波長が苦手な部分があるとは思います。ですので、この黒いアンテナが、ちょっと紫色に色にじんでると思うんですけれど、やっぱね、3枚玉のアポクロマートとかね、反射望遠鏡に比べたら色にじむとは思うんですけれど、これぐらいのレベルだったらね、非常に楽しい天体観測ができるレベルです。はい、そしてね、比較がてらに、こちらはね、ビクセンの A80MF です。この望遠鏡はね、先ほど言った通り、F がね、10を超える非常に長い望遠鏡です。アクロマートの場合は、それだけ長くしてね、色収差を抑えています。軸上色収差のレベルは、ちょっと風が出てきましたね。見た目ではね、あんまりね、わからないかもしれないですが、若干ね、やっぱり A80MF の方が多い気がします。倍率色収差に関してはもうね、こっちの方がね、やっぱり目立ってきますよね。ですのでね、これだけね、長いね、望遠鏡を使うよりは、先ほどのね、ED のレンズ、こちらの方が私的には性能が良いと思います。なのでね、昔の言い方で言えばね、セミアポクロマートっていうのかな、セミアポレベルには達してるかなと思います。例えばね、広角レンズを使ったリッチフィールド、それのね、観測もね、非常にね、心地いいかと思います。ただね、ちょっとね、航路長は150はちょっとないと思います。だいたいね、135ですかね。ちょっと私スペック聞いてないんですが。ですので、例えばね、ビノテクノさんのような EZM、そういったものはね、つけれるかどうかって言われたらね、ちょっとこのままではつけれないんじゃないかなとは思いますね。双眼化したらね、すごいなと思ってたんですけれど、ちょっとね、改造は必要だとは思います。
あとね、この望遠鏡はちょっとね、2代目以降の望遠鏡というのもね、想定されてますので、ファインダーがついてないのと、接眼レンズがついてないのと、このね、延長灯がついてないっていうのがあります。このね、延長灯がついていないとね、焦点が合いませんのでね、こういったものがね、別途必要になりますね。もしくはね、ここに点頂プリズムをつければ延長灯は必要ありません。これね、何アークって言うんでしたっけ？それがね、見えてますね。ではね、せっかく晴れてるのでね、金星でも導入しようかなと思ってます。今回ね、この短い望遠鏡を利用した別の観測方法っていうのを提案したいと思います。このね、望遠鏡ってね、F7 ですよね。カメラレンズで考えれば F の小さい望遠鏡っていうのは要するに明るいってことになります。ですので、じゃんじゃんじゃん、はい、カメラを使ったね、電子観望、そういったものをね、私はね、この望遠鏡でね、可能性がね、広がるんじゃないかなと思っています。はい、私が持ってるのはね、ZWO 社の ASI224MC というね、CMOS カメラです。こういったものをね、接眼レンズの代わりにね、ズボッと挿してね、観望するわけですね。こういったカメラは SV ボニーさんでもね、安く売られてるんですけれど、IR カットフィルターがついてるって噂がありますので、ああいったフィルターがついてると、オリオン大星雲だとかね、例えば夏で言えば干潟星雲だとか、そういったものがね、映し出されない可能性がありますので、今のところね、私はね、この ZWO 社の ASI224MC、このようなカメラを推奨します。望遠鏡にね、差し込みますね。接眼レンズの代わりにこれをね、差し込んでやればいいわけだ。ガッチャーンって。もうあとはね、パソコンにつなげるだけ。パソコンはね、私はね、この4万円で買ったすごいね、格安のものを使ってますが、電子観望となるとちょっとね、液晶がね、あんまりね、綺麗に見えないっていうものがありますので、できればね、タブレット型の Windows とかを使うと綺麗にね、観望することができます。ただね、とりあえずね、私はこれしか持ってないので、これにつなげたいと思います。すいません。で、カメラとの接続は USB3.0 で接続します。とりあえずね、まだ夜じゃないのですが、このようにね、アイピースの代わりにカメラを差し込んで、こんな感じでね、モニタリングするわけですね。みんなでモニターを見ながらね、観察することができますし、もちろんね、これカメラですので露出時間が変えれますので、肉眼では見えなかった淡い星雲も映し出すことができるんですよ。今ね、金星が見えています。このようにね、天体を見ながらね、みんなで画面を共有してワイワイとね、金星見える見えるってね、やるわけですね。はい、これがね、水星です。水星なんとかね、導入しましたよ。はい、今ね、2時を回ったところです。 SV ね、503を望遠鏡につけて、今ね、電子観望をしております。こんな感じで。昨日のね、夕方はね、金星と水星を撮ったんですが、今はね、木星をね、撮ってます。全体風景だとね、こんな感じですね。望遠鏡があって、パソコンがあって、くつろげる椅子があるって感じですね。今ね、夜中だからね、あんまりね、騒げないんですがね、なかなかね、やっぱり楽しいですよ。さてさて、天文飯でもいただきます。今日ね、またカレーを作りましたが、今日のカレーはね、いつものカレーじゃないですよ。グリーンカレーです。そうですね。だいぶ準備時間かかるんですか？準備結構かかりますね。ですよね。はい、日中から準備して使ってます。なかなかね、セッティングが大変なんですよ。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、このコンパクトながら ED レンズを使った性能の良い望遠鏡 SV ボニーの SV503 を紹介しました。最後ね、水星が見えて良かったですね。本当私も良かったと思ってます。電子観望っていうののね、楽しさもお伝えできたかなとは思います。これからね、ちょっと梅雨の時期になるんですけれど、もしね、星雲星団、あと木星土星とかがね、映せれたら映してみようと思っております。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。